お疲れ様です。パーソナリティのあずさっす。今日も動画を見てくれてありがとうございます。さて、今回のテーマは南シナ海で水中爆発？中国沿岸部と台湾の近海でまさかをお送りするっす。2019年11月22日に米国春・タナー・ラジオ省が海洋モニタリングサービスの情報をもとに報じた報道によると、南シナ海で TNT 火薬換算20キロトンもの水中爆発が記録されていたとのこと。TNT 火薬換算とは、爆薬の爆発などで放出されるエネルギーを等エネルギー量のトリニトロトルエン TNT の質量に換算する方法のことっすね。この TNT 換算によって爆発時の破壊力が評価できるといいます。これがこの時はなんと20キロトンにも上ったそうで、相当の威力のある水中爆発が起こっていたことがわかります。この時はセンサーが爆発による強い衝撃波を検知しており、米国地質調査所の見解では地震によるものとは違うと発表したっす。爆発はモスクワ時間の11月22日2時22分、日本時間8時22分に水深約50メートルの海中で起こりました。その後に中国沿岸部と台湾で放射線レベルが上昇したとされ、核爆発の可能性が疑われました。メディアはこの海域に定期的に滞在している米海軍の原子力潜水艦の一つで爆発が発生したのではないかとの見方を示していたっす。これを受けてロシアでは南シナ海域での放射能環境についてのモニタリング調査を強化。その結果、この地域での放射能レベル上昇を観測、確認したものの、直接的なロシア本国への脅威とはなりませんでした。つまり、ロシアへの影響はなかったようです。南シナ海のこの海域では、恒常的に米軍潜水艦が行き来しているといいます。爆発規模からして、そのうちの1隻が何らかの損害を受けた可能性があると見られているっす。しかし、公式には何も確認されておらず、事故として扱われました。事故直後、中国の海南海軍地域基地付近の放射線量が上がったことを示すグラフがインターネット上で確認。香港の民主化運動を支持するアメリカに対抗して、中国が意図的に核兵器を爆発させたのではないか、と憶測する不合理な懸念も出ていたっす。しかし、ある情報筋によると、そのような理論を証明する確かな証拠は存在しないとのこと。潜水艦の原子炉室の誤作動が激しい爆発を引き起こしたために、北京からホワイトハウスに通知が行ったのだろうということでした。もし爆発が故意に行われていたならば、アメリカは中国と戦争状態にあることを大統領がテレビで伝えていたでしょう。戦争を回避する方法はありません。世界中の米軍基地は最高レベルの警戒態勢を敷いていたはずです。特にアジア地域ではね。しかしそういうことはなく、平常時のままでした。と話しているっす。つまり、アメリカと中国の間にはトラブルはないということっすね。報告された爆発は、香港から530キロ、台湾から1200キロの場所で、深さ50メートルのところで発生しました。地表や空中での核爆発とは異なり、水中爆発は目に見える証拠はほとんど残りません。なぜなら、水圧が非常に大きいので、急激な収縮で火の玉がすぐに崩れるからです。浅いところでの爆発は、爆発による雲が水を破って出てくることもあります。ただ、どんな爆発にしても、流出した放射性物質は、タイプによっては、数千年にもわたって残ってしまう恐れがあり、広大な海水を汚染している可能性は否定できないっす。ホワイトハウスは、これが事故だと確信している、と、情報筋は繰り返し述べています。また、習近平国家主席は権力に執着しているように見えるが、彼がアメリカを抑えるために意図的に核兵器を爆発させるような、そんな愚かなことはしない、とも話しているっすね。原子力潜水艦の事故は非常に珍しいとされていますが、現在8隻の潜水艦が世界中の海底に沈んだままとなっています。それらの潜水艦原子炉は、おそらく無傷のまま沈んでいると見られています。このため、潜水艦の事故によって放射性物質が漏れ出たとは考えにくい状態っすね。ただ、ホワイトハウスは第2の可能性を否定していません。その可能性とは、
妨害工作っす。加圧水型原子炉には冗長な安全装置があり、093型は160気圧、水中1マイルで動作するように作られています。さらに、潜水艦の原子炉は電力が失われると自動的に緊急停止するように設計されています。このため、潜水艦の事故によって放射性物質が漏れることは考えられないっす。事故であろうと、サボタージュであろうと、陸であろうと、海であろうと、あらゆる規模の核爆発が起きれば、地球は生態系の危機に陥り、二度と立ち直れなくなるでしょう。そういった事態にならないよう、核爆発が起こらないよう、安全の対策が取られているのです。その一方で、イリノイ大学アーバナ校原子力工学のテレンス教授は、放出された物質の大部分は水を通過して土壌、植物、動物の生命体などに吸収され、放射能汚染の程度に応じて拡散するだろうと言っています。放出によって影響を受けた地域の放射線量は、それ以来無視できるレベルにまで低下していると言われているんです。また、南シナ海では今までにスプラトリー諸島、中国名南沙諸島、パラセル諸島、中国名西沙諸島などの南シナ海の島々とその周辺海域の領有をめぐり、中国、台湾、ベトナム、マレーシア、フィリピン、ブルネイ、6カ国の間で領有権問題が持ち上がっており、武力衝突も発生しているっす。これらの島々を領有できれば、広大な排他的経済水域や大陸棚の漁業資源、石油、天然ガス資源を確保することになるので、各国が岩礁や砂州などの領有を主張しつつ、実効支配を実施しています。軍や警備隊が常駐しているのもこのためっすね。中でも突出しているのが中国。中国は2015年にファイアリー・クロス礁という南沙諸島にある環礁の浅瀬を埋め立てて人工島を造成し、軍事施設や滑走路を建設していることが衛星写真から判明しました。中国はこれらの人工島を自国領土として主張しています。しかし、中国の領土であると世界が認めてしまうと、他の国はその周辺を自由に航行することができなくなってしまうっす。そこでアメリカは中国の主張に抗議するために、中国が主張する領海において航行の自由作戦を実施したんです。このような状況も背景にあるので、今回の爆発事故は本当に事故だったのか、領海権をめぐるせめぎ合いも背景にあるのではないかという疑問も残ります。いずれにしても真相は謎のままです。では、今回の水中爆発に関して多くのコメントが寄せられていたので、その一部をご紹介するっす。海外の反応。原子力潜水艦は中国も持っているだろう。どうせまた埋めるんだろう。海を汚すなよな。何をやってるんだよ。台風やサイクロンが減速する気配がないまま北上しているのはこのためなのか。中国の原子力潜水艦はやっぱり怪しいと思うな。それともどこかの国が核実験をしてるのかもしれないな。水深50メートルで核実験なんてするのか？とんでもないことになってしまうけどな。核魚雷の実験をやっているのかな？物騒なことはやめてくれよな。データ的に何かわからないのかよ。放射性物質の数で何があったのか、だいたいわかるだろう。潜水艦が海面下で死闘を繰り広げているのかな。まあでも、どうせしばらく経ったら問題ないっていう発表があるよ。この海域だと中国の原子力潜水艦じゃないのか？核魚雷のテストをしてたんじゃないのか？実際どうなのか知らんけど、海が汚染されてしまうからやめてくれよな。ロシアのポセイドン実験かよ。この間、核ミサイル実験で失敗してたから、やめてほしいんだけどな。中国の原子力潜水艦がアメリカの船にちょっかい出して反撃されたんじゃないのか？アメリカの原子力潜水艦が核魚雷をぶっ放したというのかよ。核じゃなければありえない規模の爆発らしいよ。そして爆発は中国のお家芸。核弾頭を搭載していてもそう簡単に爆発するわけがない。それに原子炉が爆発するのも変な感じがする。結局
核実験ということに落ち着きそうだな。普通に爆発しないものでも爆発させる国の原子力潜水艦が爆発しないと言えるのかよ。中国の潜水艦だと引き上げてもらえないな。しかも隠蔽工作が行われるだろうから真相はわからないかもね。どうやら現在は情報が遮断されているようですね。このまま隠蔽工作されて終わりかもしれないですね。近くに別の国の海軍の潜水艦とかいなかったのかよ。台湾南西部の中国付近で爆発したみたいだから、台湾は海流の影響で被害を受ける可能性があるね。これは映画化されそうな案件ですね。原子力潜水艦が爆発しても、戦闘で沈んでも、今回のような規模になるとは思えないけれどね。今回の規模が本当なら、核魚雷か何かの水中核実験と考えるのが自然だと思うけどね。潜水艦に搭載されている ICBM が潜水艦火災で吹き飛ばされたのなら、この規模の可能性がありますね。核弾頭と爆発物をごっちゃにしたらいけないよ。未だに中国だと思わせるのは日頃の行いのせいなのかな。放射能でゴジラが復活してしまうぞ。これ、台湾が大変なことになるんじゃないのかな。魚が食べられればいいんだけどな。これが本当なら、空気や潮の流れを考えると、台湾だけでなく、日本も影響があるんじゃないのかな。誤報か捏造だと思いたいんだけど、以前中国はベトナム沖で原子力潜水艦が緊急浮上したことがあったから、まるっきり嘘だと断定もできないんだよな。いかがでしたか？当チャンネルの感想ですが、南シナ海での水中爆発に関してお届けしてきましたが、果たして本当に事故だったんでしょうかね。まあでも、確実なことがわからない以上は、決めつけるのは良くないっすね。様々な国々の思惑で闇に包まれていますが、皆さんはどう感じましたか？よかったら、皆さんの意見や感想も聞かせてください。それでは、最後まで見てくれて、ありがとうございましたっす。